はい、今回のトークテーマはヤマハのシンクルームの設定についてお話ししたいと思います。メインチャンネルの方で定期的にやっているバンドのオンラインセッションの生配信ですが、基本的に音はヤマハのシンクルームというシステムを使って、映像は Zoom とかそういった一般のテレビ会議ツールを使用しています。でこの音声をやり取りをしているヤマハのシンクルームというシステムなんですが、若干設定にコツがいるので、そのあたりを解説していきたいと思います。でまず基本的な、自分の使い方なんですが、アプリケーション単独で使うのではなく、DAW ソフトにプラグインモードで使用しています。 DAW プラグインモードで使用した方が、レイテンシーを短くできるというのと、あとは複数の声とかギターとか、場合によってはピアノとか効果音とか、そういった複数の音声も同時に送ることができるので、まずは普通にダウンロードして、ご自身のそれぞれの DAW ソフトを起動します。ではまずは自分の声とギターの音をシンクルームに送るという前提でやり方解説していきたいと思います。まずはオーディオトラックをそれぞれ立ち上げまして、一つをボイス、もう一つをじゃあギターとしましょう。で、ここではじゃあ仮にボイスの方をインプット1でギターの方をインプット2としましょう。でシンクルームの入れる位置ですが、マスタートラックに入れると、このマスタートラックを通る音、この場合は自分の声とギターの音が、シンクルームの他のメンバーのところにも送られるという仕組みになっています。ただ例えばクリックを自分だけ聞いたりとか、他のメンバーには送信されない音を再生したい場合とかもあるかもしれないので、マスターではなく自分の場合はバスを作ってそこに入れることにしてます。そうすることによってバスを通った音はシンクルームを通って、バスを通ってない音はシンクルームを通らないルーティンが組むことができます。でロジックの場合はトラック複数選択して、トラックスタックを作成というのをやると簡単にバスが作れますね。サミングスタックというのを選びますと、そうするとこのようにバスにまとめることができます。でこのできた SAM1 というところにシンクルームを入れます。すると、シンクルームのアプリが別で立ち上がり、この辺りはログイン個人のアカウントでしていただきます。でここから先の使い方はシンクルームの使い方を参照していただくとして、その前に DAW の方の設定をもう一度見ていきたいと思います。でまずはバッファーなんですが、このように環境設定を開くと、IO バッファーサイズというのがありまして、基本的にソフトウェアモニタリングをして、この自分で聞いてる音が相手にも行くという仕組みになっているので、僕は普段ソフトウェアモニタリングはオフにしてダイレクトモニタリングだけで自分のギターの音とかは聞くようにして撮っているのですが、シンクルーム使ってオンラインセッションするときはソフトウェアモニタリングをオンにします。でそのために、ソフトウェアモニタリングで自分の音を聞くときにバッファーが大きいとだいぶ遅延を感じてしまうので、この値をなるべく最小にします。で自分のロジックの場合は32が最小なので32にします。で32とか低い値にしてプチプチいってしまうようであれば、それは CPU の処理が追いついてないということなので、その場合は64にします。おそらく32じゃなくても64でもそこまで致命的な遅延は自分の音に関しては感じないはずです。それ以上になってくるとちょっと違和感を感じてくるかもしれません。32にして適用をします。そしてこの状態でソフトウェアモニタリングを押します。ちなみに環境設定だとこの位置にソフトウェアモニタリングのオンオフがあります。でこのツールバーにもカスタマイズをするとソフトウェアモニタリングのオンオフを切り替えるボタンを表示することができるので、これを表示させておくとここでオンオフがすぐにできるので便利です。でこれをオンにした状態で、ボイスの方レックボタンとこの I インプットモニターを押します。こうするとおそらくスピーカーなりヘッドホンに自分の声が返ってきてるはずです。でギターの方も同様にレックとインプットモニターを押します。でこうすることによってこの音が、のバスを通り、このようにシンクルームの方のインプットも反応しているはずです。先ほどのようにバッファーの数字を変えたりとか、インプットモニターのオンオフしたりだとかをすることによって、設定は合ってるけどシンクルームの方に音がいかなくなってしまうということがあるので、ちょっとバグなのかわかんないですけど、そういう場合は一旦このプラグインを外してあげてもう一度入れてあげると、復活すること
こともあるので、場合によっては DAW 再起動したりとかも必要になるかもしれないですが、ちょっとそのあたりは若干不安定な要素はあるのでご注意ください。でここから先はここに適度な音量がいっていれば、あとはルームを作ったり作ってもらったルームに入ったりすれば音声はやり取りできるはずです。で注意点としては、ソフトウェアモニタリングをオンにしているので、自分の声やギターの音は一旦 PC の中に入った音で処理された音を聞くという形になるので、ダイレクトモニタリングの方はオフにしておいてください。自分が使っている RME だと、これがヘッドホンアウトで、ヘッドホンで自分の声がダイレクトで聞こえるような状態になっているので、ここはミュートする、あるいはフェーダーを下げるというのをしてあげてください。でダイレクトモニタリングをするということは、自分の声とかギターの音も実際に出るので、スピーカーで音を出してしまうと、こういったマイクで声が回ってキーンってなってしまう可能性があるので、必ずヘッドホンでやる必要があります。でその他の Tips としては、例えばここにピアノトラックを追加したいという場合は、新たにインストトラックを作って、ここにピアノの音色をアサインして、このバスにハミングトラックの中に入れてあげる。こうするとここで鳴る音もシンクルームの方に行くはずです。でこのバッファーのサイズとかは、Windows とかとまたやり方が違ったりとかするようなのですが、極力最小の状態にして、それぞれ接続すると、おそらくここのシンクルーム上に表示される数値としては、レイテンシーそれぞれ10前後、10ミリセック前後になると思います。でそれぞれのメンバーの音の遅延っていうのは、現実世界での距離にも多少影響されるので、おそらく遠くに住んでる人だったり、あるいは海外の人だったりとかすると、遅延はより大きくなるのではないかなと思います。今のところ自分が確認してる限り、自分は神奈川県で、秋田の方と、あるいは京都の方と一緒にやったことがありますが、両方とも10ミリセックから20ミリセックの間ぐらいで、それに対して埼玉や東京の方とやる場合は、調子が良ければ10ミリセックを切ることもあるかなと思います。でやってみて所感ですが、20ミリセック以内であればなんとかそこまで大きな遅延を感じずに演奏できるかなと思います。で逆に20以上30、40とかになってくるとかなり遅延を感じてしまうので、例えばお互いの演奏を聴きながら合わせるようなジャンルとか、あと遅れた音に対して合わせようとお互いがしてしまうので、どんどんテンポが遅くなってしまうということが起きるかもしれません。そういう場合はクリックを使ったり、土器を使ったりとかで解消していくのがいいんじゃないかなと思います。で接続する時間帯によってもそのレイテンシーっていうのは変わりますし、何もそれぞれ設定変えていないのに調子が悪い回線の接続状況がよろしくないっていう時もあったりとか、特定の人だけ音が聞こえなくなってしまったりとかっていうのは今まで確認できているので、それはシンクルームのシステム上の問題なのか、あるいはそれぞれの回線の契約状況なのか、混雑状況なのかとか、そこら辺はこれはちょっとわからないのですが、不安定になることがあるので要注意です。でオンラインセッションを継続的にやってる所感としては、ヘッドホンでやるので、お互いの音がクリアにちゃんと接続できてれば聞こえるので、普通に集まってリハーサルをするよりかは、より細かいそれぞれのプレイが聞こえるので、それぞれの演奏アンサンブルのクオリティを上げるには、実際の対面でやるよりある意味効果はあるんじゃないかなと思います。他には当然家を出なくていいっていうのもあるので、このセッティングさえ覚えて保存しておけば、そこで手間取らなければ時間の節約にもなりますし、当然スタジオの費用とかも節約になります。より気軽にみんな集まってリハーサルすることができるので、合わせる回数も増やすことができるっていうのもクオリティアップにつながると思います。で逆にデメリットというか、オンラインセッションでは調整できない部分っていうのは、その演奏の部分っていうよりは、音作りの部分だったりすると思います。ヘッドホン用に音作りしたものを、実際の生のバンドで合わせると、例えば音量だったりギターだと歪ませる具合だったりとかっていうのがだいぶ変わってくるので、そのあたりに関してはやはり実際に集まって調整する必要があるかなと
思います。なのでいわゆる演奏の技術的な部分、練習的な部分はオンラインでやって、サウンド的な部分だったりとかその他の演出的な部分とかはリアルで集まってやるっていう風に使い分けてやると、より良いバンドライフが送れるんじゃないかなと思います。はい、以上がオンラインセッションおよびヤマハのシンクルームの設定のお話でした。